皆さん、日本人って他人に気を使う人多いですよね。でも実はその優しさ、韓国ちゃんから見ると意外なほど不思議なんです。韓国の優しさってそれとは違うの？はい。向いてる方向が180度違うんですよ。この動画見終わる頃にはですね、当たり前だと思っている行動っていうのが、実は特徴的な文化だとわかるはずです。今日は5つ説明します。1つ目、配慮と情の違い。2つ目、お土産文化。3つ目、LINE 文化。4つ目、言葉に隠れた価値観。そして最後に外国人が感じる日本と韓国の違いまで一気に見ていきましょう。まず一つ目はですね、配慮と情は似ているようで真逆だということです。これ面白い違いなんですけども、日本には配慮の文化、韓国は情の文化っていうのがあるようですね。一見どちらも優しそうですが、僕が見るに中身かなり違います。例えば日本では電車で周りの人に迷惑をかけないように荷物を小さく持ちます。エスカレーターでは周りを見て動きます。つまり相手に負担をかけないことが優しさだと思うんですね。迷惑をかけない。相手の立場を先回りして考える。この能力がとても高い国だと思います。これ素敵なことだと思います。一方、韓国では少し違うんだと思うんですね。韓国でですね、放っておかないことの方が優しさなのかもしれません。例えば、風邪をひいたと聞けば、病院行った？薬飲んで？今からなんか買っていこうか？みたいな連絡が来ること多いと思うんですね。落ち込んでいる友達がいたら、一人にしておいた方がいいのかなというよりかは、今どこ？大丈夫？出てきて焼肉食べ行こうよみたいな方。日本人からしたら、なんか口出してくるなみたいな。なんで自分のプライベートのゾーンになんか言ってくるの的な考え方かもしれないですけども、日本では距離を守ることっていうのが思いやり、韓国では距離を縮めること、一緒にその距離を縮めることの方が思いやりなのかもしれません。で、僕の場合ですね、日本に来たばかりの時に困っていても誰も話しかけてくれなかったんですね。で、僕は韓国での記憶が強く残っていたから寂しさを感じたんですよ。でも住み続けると気づきました。日本人は冷たいんじゃなくて困ってるかもしれないから、でも勝手に踏み込むとそれも迷惑なんだからみたいな考え方で、それを優しさとしてアプローチしなかったっていうのがあったのかもしれませんね。だからこの一歩引く優しさと一歩縮む優しさというのは違ってました。で、二つ目はですね、お土産文化も意義が違うということです。これ、韓国と日本でお土産を渡す理由まで違うんですね。日本では旅行や出張に行くと職場にお土産を買わなきゃと考える人多いですよね。東京駅でも新大阪駅でも空港でもお土産売り場はいつも大混雑ですね。しかも渡すときは決まってつまらないものですかと言いますよね。海外の人からすると、そんなに自信ないならなぜ渡すのと冗談ですが、思われることもなくはないと思うんですね。仮にその文化わからない状況でつまらないものですかって言ったら。でも日本ではその意味それじゃないじゃないですか。例えばその仕事を買ってもらってありがとうございますとか、休みをもらってありがとうございますとか、迷惑かけてすみませんねみたいな、それを感謝とお礼を形にして、かつそのお土産っていうのをつまらないものですかみたいな、自分を高くしないでっていう考え方ありますよね。一方韓国では少し発想が違っていて、この特別な時のお土産というよりかは、日頃の差し入れの方が多いなのかもしれないんですね。例えば、お食事みんなで行ってて、先輩だからおごらせてくれだったりとか、最近いいことあったんじゃん？コーヒーのクーポン送るねみたいな。誕生日なの？なんかチキンのクーポン送るねみたいなことが、起きると思うんですよね。この美味しいものがあれば一緒に食べるとか、嬉しい言葉あれば分けるだったりとか、みたいな。だから日本のお土産はご迷惑をおかけしました。ありがとうございます。みたいな形で、韓国の差し入れは、あなたのことを思い出しましたよ。だったりとか、あなたのこと思ってますよ。みたいな、なんとなく渡すみたいな形がちょっと違ってるというふうに思うんですね。だから、普段何気なく渡してるお菓子でさえ文化の違いがあるんじゃないかなと思ってます。で、三つ目はですね、LINE 文化の違いです。これ皆さん毎日使ってますよね。でもスマホの画面にても、日本と韓国の文化は丸見えで、丸違いですね。日本では返信に1日かかるっていうのも普通に成立しますよね。読んだけど、今は返事しなくていいかな。これで人間関係が壊れることはないですよね。だって日本は。ところが韓国では違ってまして、返信の速さっていうのが、人によっては、あなたのことを大事にしてい
いますよっていうサインになることがあります。特にカップルとか恋愛の関係であれば、返信の速さっていうのはとても大切なんですね。例えばカップルで返信が半日遅れていると、何があったのとか、怒ってるのとか、そういう空気になるってことも珍しくありません。さらに、速さとは別でですね、家族の距離もかなり近いんですね。家族のグループチャットっていうのがもう毎日動いてるところもあって、だから電話も週に1回とか月に1回するところもあって、ご飯食べたとか、今日は何してるとか、僕の家族のグループチャットではなんか姉さんが株価に興味が多くて、ここの株価やばいとか、ここのなんか不動産やばいみたいな、そういった話までたまになんですけど、僕以外のところにもそういう話するところ多いと思うんですね。誕生日になると、お互いもちろんその誕生日メッセージを送ったりとか、プレゼントを送り合ったりとか、っていうのがあるんですね。つまり日本はお互いのタイミングを大切にするとしていたら、韓国はとにかく行動で見せる。それがメッセージや電話だったりとか、ギフトだったりとか、会ってご飯行くなりとか、どちらも優しいですが、表現が全く違いますよね。4つ目はですね、すみませんとご飯食べたですけれども、言葉を比べるとこの違いはさらに面白くなります。日本で最強の言葉は何ですか？僕は間違いなくすみませんだと思うんですね。店員さん呼ぶとき、誰かにお願いするとき、電車で席譲ってもらったとき、本当に謝るとき、全部すみませんで成立しますよね。僕、韓国人でこれ混乱したんですけども、なんで感謝してるのに謝ってるのみたいな。ですよね。でも日本であなたに時間や手間を使わせてしまいました。その配慮まで含めてすみませんなんですよね。一方、韓国では全く違う言葉ありますよね。パンモゴッソって言葉なんですけれども、これご飯食べたのです。でも、これ、食事の確認ではなくてですね、元気ちゃんと生活してる体調は大丈夫みたいな、いろんな意味が全部入ってるんじゃないかなと思うんですね。だから、これは状況を聞いてるってことで、日本と韓国で何を大切にしているのかっていうのも、ここにも出てくると思います。で最後5つ目ですが、だから外国人の印象も正反対ですよってことなんですけれども、外国人がですね、日本と韓国を旅行すると、感覚が驚くほど似ていて違ったりすると思うんですね。日本では礼儀正しい、静か、ルールを守る。でも同時にですね、特にアメリカ人とか、ヨーロッパ人に多いそうな気がするんですけれども、なんかね、日本人の本音がわからないとか、距離が遠く感じるだったりとか、それ外国人が日本に来て、そういうことを感じることがよくあると思います。よし、足の話じゃなくて、数としての話なんですね。一方で韓国ではですね、外国人がおそらく行くと、だから初対面なのに距離が近いだったりとか、世話焼いてくれるとか、エネルギーがすごいとか言うんですけれども、逆に日本の方が、韓国で慣れない場合があるとしたら、おせっかいとか他人の人生に踏み込まないで、みたいなところ、こういった感想あるんですよね。で、この違いですね、単なる性格の話ではないかもなと思っていて、他人との距離をどう考えるか、どの距離であれば、それが優しさとして、お互いの気持ちを思うような行動なのか、そういった違いが文化としてあって、それが日頃の行動に出てるんじゃないかなと思うんですね。日本は距離を尊重するという形での優しさ。韓国では距離を縮めるという形での優しさ。この優しさは一緒なんですが、向いてる方向が違うんじゃないかなというふうに思います。で、最後ですね、個人的な話なんですけれども、僕最初日本来た時に、日本の方ちょっと冷たいのかなとか、逆に言うと、韓国距離近いね、みたいな、こういったことを思ってました。でも、日本9年、10年ぐらい住んで、今考え方まるで変わったんですけれども、日本人は冷たいというよりかは、それに奥には、僕のこと思ってくれてんだなっていうことを感じる。負担とか迷惑かけないように、空気を読んでくれてるっていうのがあったんだなというふうに思います。で、こういった日本の皆様の積み重ねっていうのが、日本という世界でも珍しい、この空気感、丁寧さ、優しさっていうのが形としてあると思うんですね。で、一方で韓国の、困ったら最後まで助けるとか、一人にしないという情の文化も、僕は個人的なですね、今でも大好きです。だから、日本の皆さんには、日頃の私たちはこうしているのって世界でも当たり前なんじゃないの
の、こうするべきなんじゃないのっていう考え方あると思います。でも実際は、そんなことまではないかもしれないというふうに思っています。だからこそですね、何が、日本人らしい行動なのかっていうところが、皆さんが持っている固有の性格とか文化であって、これは誇りに思ってもいいと思ってるんですよね。でももちろんたまに日本人らしさがどうですかね。うまくいかない場合もあると思うんですけども、それもとにかく日本人らしさが何なのかってことを知った上で、方向を修正するか、もしくはそのまま持っていくかっていうのができるというふうに思います。そして韓国や海外にもこんな考え方があるんだと思ったら、それはこの動画を作った意味でもあります。以上です。本日も見ていただきありがとうございました。以上、パクでした。アニョン。